んにちは、メダカのおうちのあよです。今日は多肉植物の植え付けの説明紹介をしようと思います。こちらに多肉植物がありますね。このように、どれにしようかな。隅にこう植え付けてて、この横から根が出たりしてる感じですね。炭は通気性があってこういつも根に空気を届けている状態なので、あと保温性もあるんですよね。炭ってね暖かいらしいので、根にとってはこう乾燥を好む多肉植物はこのように乾燥させて育てます。そしてこのように LED ライトで部屋の中で育てる場合はね、しっかり明かりを当ててあげて、サーキュレーターみたいに風通しのいい風をこう流してあげた方が生育には徒長しづらい、ビヨンって伸びたりしないでギュッと締まった多肉に育ちます。育てる時はこのようにもう乾燥してるので、ちょっとお尻汚れてるんですけど、ちょっと土を入れた状態でもうカラカラの状態でこのように器に入れて飾ったりします。通常はぽっちゃんとこのように水にべちゃべちゃにつけている状態のスミプランツが初め私たちの作ったスミプランツなんですけど、いろいろな植物をちょっと試してチャレンジしてみて植え付けてるんですが、多肉も意外と上手にうまく育ちます。じゃあちょっと多肉を植え付けを始めます。初めに多肉をいろいろ用意してるんですけど、多肉はここの葉っぱに水を溜め込んで育つので、ぷくぷくして可愛いふっくらとして、これがたまらなく多肉植物大好きな人にはね癒されるものなんですけど、反対に根は初め乾燥させて、このようにねもう網の上で、これはまだちょっと切って根がちょっと出てないんですけど、これもう早く根が出てほしい場合はちょっと初め水耕栽培でこのようにこういう風にしてあげてると、根腐れしない程度にね、時々ちょっと様子を見て調子を見てするとうまい具合に根が下から出てきたりします。根が出てる状態のあと植え付ける前はこのようにどれにしようかな、こういう風にしっかり根が出た状態のものを使います。どれを今日は用意した炭がこちらの炭ですね。これとこれの組み合わせをまずして、これをちょっとさっと小さいものも用意してまして、このようにね、これはどれにしようかな。根の穴の深さと根がぴったり合う方がいいんですけど、どれにしようかな。これかな。これがぴったり合うのでこれにしてみます。まずもう今多肉は決めたので、ちょっとこちらに置いておいて、これからちょっと土作りをします。スミプランツはこのように水に長くつけることがよくあるので、この水の中につけてると炭に栄養が吸収されて、その吸収した栄養を根が
養分を吸い取って成長する仕組みになっています。それに反面ね、この多肉はもう通常カラカラの状態です。カラカラの状態のためにその水から栄養を吸収するっていう、この炭に栄養を蓄えるっていうことができないので、この土の中にこのソイルという土も加えてブレンドしたものを使っています。こちらは赤玉土、鹿沼土でソイルですね。551の割合でだいたいブレンドしています。ブレンドしてみますね。わかりやすく、わかりやすくちょっと同じぐらいの割合で。あとはでこのように混ぜ混ぜして使います。このソイルは皆さん馴染みがないのでわからないという方もいらっしゃると思うんですけど、ソイルはアクアリウム用の土でこうコロコロ丸くね固く焼き固めているんですね。人工的に作られたものを。それに微量の肥料とかも入ってるんですけど、これが潰れにくくて通気性があってかつ清潔な土です。これを入れることによって足してあげることができますね。肥料を少しだけ。あまり肥料は多肉植物はいらないんですけど、自然界でやったら動物の死骸とか何かしら肥料が流れてきてちょっとずつ吸収されている感じなので、人の手がちょっとやっぱり肥料を与えてあげないと多肉もうまく成長しないので、このようなソイルを使っています。このソイルですね、どこで売っているかというと、園芸店でも水草用の土というものをお店の人に聞いていただければ購入可能です。ぜひ探してみてください。ペットショップだったらありますけどね、ちょっと大量に売ってるのでちょっと小売りはしてないのでちょっと量が微妙かもしれない。はい、では炭ポットにまず土を入れます。炭ポットにまず土を入れます。そしてこの植え付ける多肉の根をちょっと軽くほぐしてちょっとずつ入れていきます。こういう先の尖ったスプーンがあると便利ですね。こういうピンセットでちょっとぐぐっと収まるように見えるかな。ここら辺隙間からね入れます。これはもう普通の多肉を植え付ける手順と同じで少しずつ入れていきます。曲がっているピンセットがあると便利ですね。根に傷めないようにちょっとずつ入れて隙間がなるべく開かないように優しく。つけたら
すぐには水はあげません。5日ぐらい根を休ませて、その後お水をあげるんですけど、普通の多肉をポットに鉢に入れるのと同じ要領で、植え付けていきます。ここも同じ炭なのでちょっと石なので、土なのでちょっとこう置いていきます。優しいブラシがあると、この炭の間に入り込んだ土を払いのけることができるので、こういう感じで植え付けました。見せるとこんな感じかな。こんな感じですね。ちょっとまだこれは5日ぐらい休ませて、直射日光は当たらない半日陰で休ませます。次はこのちっちゃい、これは多肉を植え付けます。センペルビウムかな、名前は。これはちょうどこのに入るぐらいで、裏にもちょっと穴が開いてるので、ここから根が逃げる感じです。これはもうなんかすごい小さめの砂をちょっとそこに入れて、ほとんど穴が小さいのでね、ちょっと根を入れ込んで、もうちょっとこれは入れにくいから、こうちょっとずつ入れるしかないですね。ピンセットでちょっと地道な作業ですが、一粒ずつこう入れ込んで、花が小さいのでね、こんな風に詰めていきます。入れ込んでいきます。この多肉はこの葉っぱにお水を溜め込むタンク、貯水タンクみたいなもので、一時お水はねなくていいので楽なんですけどね。でも全然今の秋は成長期なので、お水をたくさん飲むので、お水小さい苗ほどお水をたくさん飲むので、本当に様子を見て、葉っぱがシワシワになって水欲しいよっていうサインが出たらお水をあげます。これは小さい穴だからやりにくいんですけど、ちょっとずつ優しく隙間に入れ込んであげて、これは小さい苗の完成になります。落ち着くと、これはこういう感じ、もうそのまま床に置ける、机にそのまま置ける感じなんですけど、で落ち着くと、根が落ち着くとこういう状態に。今はだんだん夜の冷え込みとか当ててもなんか紅葉になるので、ちょっとずつ外で慣らして紅葉を楽しむ季節です。秋はね。とあとお水をあげるあげ方をちょっとお見せしようと思うんですけど、お水を今からちょっとあげますね。お水をあげる方法は、これはもうそろそろお水あげてもいいので、水をちょっとあげますね。お水は
これもまた底面吸水で下から吸い込む感じで、ほっとけばちょっとずつ吸い込むので、じわーっと吸い込む感じがわかるかな。下から吸い込んで、たっぷり秋はお水あげます。炭によって吸い込む時間がかかったりするのもありますが、これはよく吸い込むかな。こういう感じで下に置いて吸い込ませます。で、まあ結構水を飲む時期は炭全体に霧吹きかけても、ちょっとね葉水をかけてもちょっと肌荒れ予防に、ちょっと虫が来やすくなるのでね、乾燥すると水溜まったらちょっと出して、でこれしっかりお水を染み込んだら、こういう少し先ほどの土の配合に、ちょっとまだ染み込みが足りないけど、茎をから直接染み込んだら、飲んだら、ここでまた土の上でこういう風に置いて休ませます。これ簡単なんですよね、スミプランツのこの多肉植物の。ただ乾燥はしっかりさせて、ギリギリまでお水を切ってからまたこういう風にお水をあげてください。小さいものほど乾きやすいのでね、炭がね普通のあっちに比べて乾きやすいので、それはちょっと様子を見ながらお水をあげてもらえたら、これもちょっとこうかな、あげてもらえたらいいと思います。こういう風に染み込ませてあげます。お水をあげすぎて枯らすっていうことをしてしまう人にはちょっと楽なお水のあげ方です。もうしっかりお水を飲んで染み合わせたら、お水から引き上げて、こういうところで置くと、もう炭から水を吸収してカラカラになるまでほっとくと、炭に空気が入り込んで呼吸も楽な状態になります。可愛らしいたくさん炭もどんどん皆さんお家で作ってみてください。この多肉の作り方については今後また電子書籍を作って販売する予定なので、また楽しみにしていてください。はい、今日はスミプランツの多肉植物を作ってみました。次回もいろいろスミプランツをちょっと作り方を紹介しようと思うので、またチャンネル登録をして楽しみにしていてください。スミスプランツでした。バイバイ。